こんにちは。ダンディすぎる社会保険の道、曽我です。今日は11月は労働権適用促進強化月間となってますので、労働権のことについて説明させていただきます。でね、一人でも一人では労働権で、労働権とは何かと言いますと、労災保険と雇用保険、これの総称ですね。で、労災保険というのは仕事が原因の怪我病気、あるいは通勤時のが原因による怪我病気、これについて給付があると。で、一番のメリットはね、治療費が無料になるということなんです。この休業者も出ますけど、治療費が無料になる。ですから雇用保険というのは一番大きな失業保険です、昔のね。それとあといろんな助成金があります。特に建設業なんかは手続きがあります。最近有名なのはキャリアアップ助成金ですね。パートさんを正社員すると57万円出るとかね、そういう助成金があります。それから高齢者障害者をハローワークを通じて雇用すると助成金が出ます。雇用保険と労災保険、それぞれの役割があります。労働権というのは厚生労働省も説明していますように、急な雨でも従業員を守るというこのセーフティーネットですね。で、労働権の大切なこととはね、労働者かどうかってやつなんですよ。で、労働者かどうか。だから例えば労働者とは賃金が支払われている人っていうんですけど、これは単純じゃないですね。社長さんなんかだと危ないんですよ。社長はもの労働者じゃない。ただ嫌な取締役、これもなかなかね明確にしなくちゃいけない。で、あと社長の奥さんとか社長の子供、同居の親族、これも危ないんです。ですからそういった点では非常にね境界線の人がいます。で、労災保険のもう一つ申し上げておきますと、労災保険というのは最強の保険と申し上げましたけど、労災保険入ってない事業所で労災事故が起きたとしますよね。それでも遡って労災を加入することができるんです。これ皆さん知らないんですよね。保険入ってないけどそれっきりだと思っちゃう方いるんですけど、労災保険入ってなくても遡って労災保険に入れる。ただし保険料を遡って払うことがあると。から事故が起きた場合には給付の一部ね、例えば企業所など負担した場合には負担しろと言われることがあります。で、助成金を受けられない。で、何よりもね、遡って入れるんですけど、治療費は払わなくていいんですよ。これが一番大きいです。だから労災事故になったら労災隠しなどせずに必ず労災の請求すると。分かんない時はうちの事務所にね連絡くれればできますから。で、あとね、労働権事務組合というのがあります。で、労働権事務組合、これ私千葉県の会長やってますけど、先ほど申し上げまして労災保険で一番大事なのは労働者かどうかですよね。で、この労働権事務組合に加入しますとね、事業主あるいは社長さんとかそういう取締役ね、危ないそういったグレーの人たちも労災に入れるんです。保険料もね定額わずかなんです。例えば事務所なんかの場合ね、事務なんかする事務所の場合は、例えば給料ちょっと時間少ないですけどね、まず治療費がタダになればいいってことで2時間3500円で設定しますよね。そうすると年間の保険料3823円なんですよ。だから年間の保険料ですよ。で、そうだ、治療費タダになっちゃう。これ最強の保険ですね。で、建築一式工事でも年間1万2000円ちょっと。それから貨物運送業なんかでも大体1万2000円ぐらい。こういうことになってますから、ぜひ労災保険の事務組合に入って特別加入する、これも考えていただきたいと思います。で、一人でも一人では労働権ということですけど、ともかくね、これは監督署とかそういうとこ相談していただいている結構なんですけど、この労災保険の問い合わせは監督署で、雇用保険はハローワークになってますけど、ともかくね、分からなければうちの事務所に連絡してくれれば対応できますから、ぜひそういう時はこの機会にね、11月に労災保険もしも入ってないところはぜひ加入していただきたい。